はい、皆さん、こんにちは、ヨッシーです。それでは、かまいたちの夜、シャープ8、始めていきたいと思います。はい、今回もね、はい、前回から引き続きなんですが、はい、選択肢ですね。選択肢の選択してないところと、新しいルートをやっていくんですが、もう今回はいろいろできるでしょう、これ。もうだいぶもう灰色だよ、これ。灰色、灰色。でね、前回、シャープ7で新しいルートというかね、行きましたね。そこがね、結構増えてんだよね。これ長いな。ここからがシャープ7で新しく出てきたルート。ここね、結構いろいろ選んでないやつがあるんですよね。で、ここね、結構いっぱいあるよね。で、これバッドエンド行きましたけれども。はい。という感じでね、じゃあやっていくんですが、はい、また今回もね、同じようにやっていきましょう。はい。というわけで、はい、じゃあゲームスタート。はい。というわけで、第2章から再開ですね。でね、前回ね、これは C の疲れがひどかったので仮眠を取る。これを選んだら大変なことになったんで、もう、今回は選ばないよ。これ選んだらさ、もう一気に食堂に行ってさ、しかも各章の数字が1個下がるっていうね、もうトラップに見舞われてしまったので、もうちゃんと行きますよ。今回ここをやりたいんで、ここ。じゃあ次のこの OL3 人組のこの選択肢までね、はい、行きましょう。はい、来ました。どの子が好みなのの選択肢ですね。待ってて、じっくり吟味するからと。で、前回はね、こちら、けいこちゃん、太めの子、ああいうのがいいな。これをやっちゃったんでね。じゃあ次違うのにしましょう。痩せて髪の長いかなこちゃん、もしくは、メガネのあきちゃん、どっちにするかという感じですね。順当にここはかなこちゃんに行きましょうか。痩せて髪の長い子だな。僕は鼻の下を伸ばした。いってーあら、ごめんなさい。マリに足を思いっきり踏まれてしまった。なぜ僕はただ質問に答えただけなのに、痛さのあまり僕は涙目になっていた。はい、こっから一緒ですね。同じルートでね。はい、というわけで、ここは普通にこっちに行くだけなんだよね。この A からこうジャンプのとこ行って、こう綺麗な人にと。で、こっから先は、はい、じゃあ次ここかな。ここ。もうね、ずっとこっちのルート行ってんでね、さすがにこっちのルート解消したいんですよ。だからこっちのルートに行くためには、まず、マリの、ここね、綺麗な人で、マリの方がずっと綺麗さ、お世辞言わないでよ。お世辞なんかじゃないよ。これでね。ってやると、ここの、ルートに行くので、まずここを目指しましょう。ここまで行きますよ。はい、来ました。マリの方がずっと綺麗さの方ですね。これも食堂に来た時にこの BGM が違うから、こっちのルートは。で、これで、関係ない話を始めた。これね、シャープ1の時こっち行っちゃったんですよ。で、こっち行っちゃったら、ユークリッド幾何学において、なんとか2年間の直線がなんとかなんとかみたいなさ、こと言ってたけども。はい、これで、無意識のうちにマリの手を触れていた。さあ、これをやるとどうなるのか、ちょっとここ気になるよね。ここやってみようぜ。僕は無意識のうちにそっとその手に触れていた。手と手が触れた一瞬、マリはビクッと体をすくませたが、手を引っ込めることはしなかった。追加選択肢じゃんマジか、ちょっと待って、3つもあるふざけんねや、ここに来てやばい。食堂夕食だろとか、あとガチャオンやったらもう終わりかなと思ったらさ、ここにもあるか。ここまたさらに3つ追加、このタイミングで3つ追加きついって。マジかよ。待って、僕のことどう思ってるの？思い切って尋ねた。マリ、僕と結婚してくれ！僕は大声で言った。マリの手、すべすべだね。僕はニヤニヤと笑いながら言った。ちょっとここは A でしょ。ちょっと聞いてみよう。マリの気持ちを聞こう。僕のことどう思ってるの？僕は思い切って尋ねた。どうって？マリは目をそらしてとぼける。だから、好きとか嫌いとかあるだろ？嫌いだったらこんなとこ一緒に来るわけないでしょ？じゃあ、好き？彼女は注意していないとわからないほどかすかにこっくりとうなずいた。スキーに誘ってくれた時から半ば期待はしていたものの、はっきりと彼女の気持ちが分かった今、僕は天にも昇る思いだった。運ばれてきた料理の味も周囲の状況も何もわからなかった。目の前にマリがいる。それだけで十分だった。いつの間にか目の前に空のコーヒーカップがあった。もう食事は終わっていたんだ。ふと周りを見渡す。するとひどく奇妙な客がいることに今気がついた。ヤクザ。こっからヤクザか。はい。あ
待って。選択しないじゃん、これ。こんなところにヤクザが来るものだろうか。まあいい。マリの気持ちがはっきり分かった今、そんなことはどうでもいいことだ。ヤクザだろうがマフィアだろうが関係ない。談話室に行こうか。僕は言った。そうね。でも、それよりもナイターに行かない？マリは信じられないことを言い出す。冗談だろ？ここ共通ルート。そういうこと。こっちのルート、ヤクザに行くんだけど、ここの選択肢なかったね。選択肢ないんだな。なくて、もうこの辺選択肢なくて、いきなり、余分に止めてくれるかもね、まで行くから、ちょっと進めてみるか。はい、来ましたね。ここに来るんだね、やっぱね。余分に止めてくれるかもね、まで来るのか。なるほどね。だからこっちに3個の選択肢があって、飛んでこう来るわけだと。はい、またここちょっとフローチャートをね、また更新しないといけないですね。はい、というわけで、じゃあ次の選択肢行きましょうか。次が、こっから先はね、もうほぼないんですよ。ないよね。がっつりないね。ここか。あんな短い間で死体を処理する方法が、これだいぶ飛ぶよ。遠いな。これさ、まあね、前回も言いましたけれども、この高速スキップとか、最初にね、タイトル画面のところで小セレクトあるんだけれど、あれはもう開始するときだけなんで、ゲームスタートしちゃったら、この後に、よし、じゃあもう、さっきのなんだっけ、これが14章 ?14 章湧き上がる疑惑ですけれども、今が、あれか、4章の夕食だが終わったとこなんで5章ですね。だから、だいぶね、あと9章ぐらいね、進まないといけないんだけど、スキップができないんだよね。これ読み返すだけだから、これ読み返し。で、だから小セレクトはもうゲームスタートしちゃったらできないので、もうあそこまで全部この A ボタン連打でやっとかないといけないんで、大変なんですよね。はい。というわけで、じゃあ、通の選択肢まで行きます。はい。スキップ。はい、来ました。選択肢のところまで。はい。現実世界でだいたい約11分ですね。11分 A ボタンを無心で連打してたら来れた。いや、だいぶ時間かかるわ。はい。というわけで、ここは、田中さんのバラバラ死体を発見して、1階、2階をね、捜索して、誰か犯人が隠れてねえかっていうのを捜索して、見つからなかったと。で、のところですね。で、やっぱ犯人はもっと前からペンションの中に入り込んでいたんじゃないだろうかと。そう、窓を割って入ってきたってね、思ってたけど、もっと前から入ってたんじゃないからかと。で、実感をかけて、田中さんの体をバラバラにしたんじゃねえかっていうところの選択肢ですね。で、それができるわけがない。バナナの手品を応用すれば、部屋自体に仕掛けがあったとしてだ。ですけれど、はい、選択してないのはこれ A。できるわけがない。いきましょう。できるわけがない。きっと犯人はずっと以前からペンションに入り込んでいたに違いない。では、一体いつ？どこから？どうやって誰にも気づかれず、ペンションに入り込むことができたのだろう。戸締まりがきちんとしていた以上、入れたのは正面入り口と乾燥室の出入り口しか考えられない。でもそこからだと必ず誰かの目にとどまったはずだ。それにたとえ客のすべてが奥にいたとしても、少なくとも小林さんには人の出入りがわかるようになっている。とすると、選択肢だ。追加選択肢。地下から穴を掘って地下室へ侵入したんだ。犯人は中へ入ることなく外から田中さんを殺したのだ。正面から入ってきたが誰にも見えなかったのだ。地下は地下室あるもんね。加山さんのね、閉じ込めたワイン蔵ね。だけれど別に穴が開いてたとかっていう描写はなかったからさ、地下ではないんじゃない？だからどっちかだよな。正面から入ってきたか、誰にも見えなかったか、犯人は中へ入ることなく外から田中さんを殺したのだ。外から田中さんを殺した。バナナの手品だの時とかもね、なんか外から車で引っ張って、ピアノ線で体をくくりつけて外から引っ張ってとかっていうね、やりましたけれども、外から田中さんを殺したりしまうか。B、犯人は中へ入ることなく外から田中さんを殺したのだ。推理小説でいう遠隔殺人というやつだ。しかしどうやったら離れたところにいる人間をバラバラにできるんだろう。僕は必死で考えた。そう、窓は開いていた。窓辺に立っている田中さんを離れたところからバラバラにするような武器。そうだ、レーザー光線だ。レーザーメスというのはもう何年も前から実用化されていた。すげえ、アニメーションしてる。それのはるかに高性能なものが密かに開発されていたとしてもおかしくはない。
やっぱりおかしいか常識的に考えて、そんな大層な武器をわざわざこんなところで使うとは思えない。それにもし使ったとしても壁か何かに痕跡が残っているはずだろう。ではやはり犯人は建物の中に入ったのか？しかし中に入る方法はない。つまり犯人は僕たちの中の誰かであるということだ。待てよ。窓が割れた時、あの時、談話室にいなかった人が一人だけいた。隣で熱いコーヒーを美味しそうに飲んでいる男、敏夫さん。この人いなら田中さんを殺すことができた。はい、というわけで、共通ルート、来ました。はい、来たね。じゃあ次はできるわけがないで、また新しい選択肢が3つぐらい増えましたね。で、次やってないのはここか。決死体だ。決死体、外を調べてくるで、小林さんと一緒に行った時に、はい、とにかく右に行ったら、次の選択肢、ここ。なので、ちょっとここ、とにかく右にからここ行きましょうか。はい、そこまで移動。はい、来ました。とにかく右側に進んだ後ですね。とにかく右側に進んだ後は、小林さんどこですかつって、戻るかさらに進むか。で、さらに進んだら、もうこの三木本さんのところにね、合流したので、元に戻ってみましょう。元に戻った方がいいと思った。来たと思われる方角へ走るような速度で戻った。しかし相当進んだと思われるのにペンションは影も形も見えなかった。僕はまださらに追加で選択肢ありましたどんどん進むことにした。やっぱり反対側のような気がした。ずっと行ったり来たりしたのがちょっと面白いね。ずっと行ったり来たりしたら P にしよう。やっぱり反対側のような気がした。もうどうしていいかわからなかった。永遠と思われる間雪の中をさまよい続けた。その時遠くから声が聞こえたような気がして立ち止まり耳を澄ました。よし、誰かが僕を呼んでいる。しかしどこから聞こえてくるのかまるでわからなかった。ここです。どこにいるんですか？よし君。なんとか方向の見当がついた。はい、これはもう共通ルート入ったかな。入った。はいはい。で、じゃあ次の選択肢いきますよ。次はここかここね、例のところね、俺じゃダメなのところね。ちょっと一旦行くか。一旦飛ばす、ここまで。はい、選択肢来ましたね。同じところね。はい。で、ここなんですけれども、はい。今までの感じでいけば、まあね、当然 B を選ぶべきなんですけれども、はい。まあ前回から同じ理由でね、今回も選ばないで、ここ行きましょうよ。はい。というわけで、敏夫さん行きましょう。というわけで、次の選択肢までスキップ。はい、来ました。選択肢。はい、というわけで、いや、違う。犯人が盗んだんじゃないよ。こちらですね。こちらを選択していきましょうかね。はい、B。いや、違う。犯人が盗んだんじゃないよ。僕ははっきりと言った。頭の中である考えがまとまり始めていたのだ。談話室に戻ろう。僕は言い放つと、返事も待たずに部屋を出た。談話室に戻ると僕は言った。来ましたよ、選択肢。田中さんを殺した犯人は分かったよ。緑さんを殺した犯人は分かったよ。すべての事件の犯人が分かったよ。いや、やっぱり今の時点では犯人は限定できない。はい。いいですね。これね。ここのね、A でも B でも、結局ここには行くんだけれども、まあ、行き方が違ったな。ここの選択肢の行き方がね。はい。というわけで、はい。そんなやつは知らないね。でしょうね。をやるので、はい、まあ、ここは全ての事件の犯人は分かったよでしょう。全ての事件は分かったよ。全ての事件の犯人が分かったよ。本当に？じゃあ、田中さんを殺した犯人も分かったの？マリがそう聞く。マリが何て言った？マリが疑わしそうに聞く。田中さんを殺した犯人、そんなやつは知らないね。僕は言った。じゃあ、緑さんを殺した犯人だけが分かったってこと？僕はみんなをぐるりと見回した。犯人である可能性のある人はただ一人。僕は言った。犯人は僕だ。犯人は君だよ、マリ。犯人は当然僕でもなければマリでもなく。ここは僕ではないでしょう。主人公がね、殺してるわけでもない。で、まあ、マリも違うよね。マリが犯人ってこともないでしょう。というわけで、まあ C ですね、ここはね。はい、犯人は僕でもマリでもなく、はい、犯人はただ一人って言ってましたからね。というわけで、犯人当て。はい、ついに来ました。犯人の名前入力画面。ここで犯人のね、名前を入力するわけですね。はい。
で、そうね、犯人ね。これもね、あれですよね。はい。エンディングね。今までいくつ見てきたかと、エンディングを。まあ、この彼女を階段から突き落としたエンディングと、その人影はエンディングと、彼女にストックでエンディング。で、まあ、あと一番上の方におるけど、あれね、加山さんのね、社長のとこ。これ。社長やってますわ。今んところ見たエンディングはこの5個。1、2、3、4。1、2、3、4。4個じゃね。この4個。なんですけれども、この見たエンディングと、ここに来るまでのストーリーとっていうので、もう犯人をね、当てないといけないわけですけれども、まあ少なくともヨッシーは分かってるわけですよ。少なくとも分かったぞ。犯人はただ一人っつって言ってるからね。もう全ての情報は揃ってるわけですね。で、まあ結構ね、バッドエンドやってますけどね、もうそれぞれのバッドエンドにね、あるわけね、ヒントがね。まあそれぞれっつっても、もう主にこの2つかな。その人影はエンディングと、彼女にストックで。この2つのエンディングから大体分かりますね。推理できますね。もう犯人像というかね。まあじゃあ、多分もうここでしょ。一番強いのは。その人影は。ここのエンディングの時にあったのは、としおさんなんですよ。としおさんが、ここ、血まみれのノブで血まみれのノブで、ドアを開いて、外に出た時かな。で、荒れ狂う吹雪の中に足を踏み入れたところで、としおさんにね、重大なことを言ってもらいましたね。あいつにやられたんだと。あいつらではなくあいつだと。あいつにやられたってことはもう顔見知りの犯行。そして犯人は一人。つまり、僕たちの中に、この中に犯人はいるということですよね。で、犯人は一人。で、まあ、この時点で生き残ってるのは OL3 人組と加山さんの奥さんとヨッシーとマリなんですけれども、この時点ではヨッシーは OL3 人組が怪しいと。ここね、一人では無理でも複数ならっていう風に思ってましたけれど、でも OL3 人組が犯人なんだとしたら、あいつじゃなくてあいつら複数形になるはずだねということを言ってましたね。ってなるから OL3 人組の犯行ではない。まあ OL3 人組の中の誰か一人が単独でやってるっていう可能性もなきにしもあるんだけど、可能性は低いでしょう。3人ずっと一緒に行動してんだから。で、なんだけれども、ただ生存者がいないわけですよ。この時生きてた生存者って OL3 人組しかいないんですね。ヨッシーとマリは死にました。でも OL3 人組は多分その時点では生きてたと思うんだけれども、でも OL3 人組が犯人じゃないとなった今、ね、犯人じゃないかったら生きてないわけじゃないですか。そこが謎なんですよね。で、こっち、彼女にストックでの時、ここは生きてたのはかなこちゃんとマリだけなんですよね。ヨッシーとマリとかなこちゃんの3人だけ生きてたのはね。ではあるんだけど、ヨッシーがかなこを殺して、マリがヨッシーを殺してとなりましたと。まあ他のエンディングはね、あれなんだけど、ここはまあマリ殺したけどね。まあ、加山さんの社長のやつはまあいいでしょう。というわけで、ここから分かることとしては、釣り合ってない。生きてる人と犯人の数がおかしいんですよ。特にね、こことか、としおさんはあいつにやられたんだっつって言ってた。で、知ってる人でしょ。なんだけど、もうこの時点で生きてる人がいないと。数がおかしい。もう消えた。もう、やめてこれ消えんの。ちょっと待って。これね、消えてもね、F5 でも更新する。F5 で更新すれば、復活する。はい、復活しました。はい。釣り合ってないわけですよ。生きてる人と死んでる人、生きてる人と犯人が。なので、一人ずつちょっと考えていってみましょうか。まず小林さん夫妻は、小林さんは包丁で自ら切腹するかのように死んでいましたね。まあ、あれは死んでるって言っていいでしょう。で、京子さんはバスタブ中が、もうお風呂場上がさ、真っ赤に血で塗られて殺されてましたね。で、加山さんも地下室で倒れて血だまりができてて死んでましたね。で、春子さんも階段のところで倒れて、血が流れていってね、なってましたね。で、OL3 人組この時生きてんだけど、まあこの時か、こっちの彼女にストックでの時は、恵子ちゃんと
アキちゃんはベッドの上で殴り殺されてましたね。かなこは唯一生きてたんだけど、ヨッシーが殺した。で、あと残ってるの誰？みどりさんはまあ普通に、あれでしょ、物置で死んでるでしょ。で、としおさんは、そう、こっちの彼女にストックでのルートの時は、としおさんは、あれなんですよ、チャイムね。チャイムのところで、入り口か。ペンションシプールの入り口のところで、力尽きてました。で、こっちのその人影間の時のルート。こっちのルートの時は、としおさんはここね、吹雪のところで、ヨッシーに襲いかかったんだけど、ヨッシーくんかってなって、あいつにやられたんだっつって力尽きていったと。なので違うと。で、三木本さんは、ベッド、実質のベッド。まあ、これはあれか、どっちのルートでも一緒ですね。三木本は、実質のベッドで三木本さんを呼びに行った時に、どの段階があったかな？この辺じゃなかった？確か。周りの悲鳴が聞こえて、の辺かな。あ、この辺だな。そうそう、ここだ。加山さんのところとか行った時に、この辺ね。犯人は敏夫しかいないのところ。犯人は敏夫しかいないのところで、三木本さんのところ呼びに行って、寝てるベッドにね、声をかけに行ったら、なんか、ヨッシーが触ったらさ、冷たいってなって、冷たいよ、冷たくなってるっつって。だから外傷はないんだけれど、もしかしたら殴られた時に脳内出血で、脳震盪じゃない、脳内出血して脳が圧迫されて死んだんじゃないかという風になってますね。はい。で、整理するとそんな感じなんですけれども、まあ一人怪しい人がいますね。三木本だけ外傷がないわけなんですよ。そうなると。みんなね、血を出してるの。包丁で腹刺したりとかさ、バスタブで血だらけになったりとか、加山さんも血だまりができてたしね。なので、唯一一人だけ血が出てない。三木本は冷たくなってると。冷たくなってんだけれども、なんだ、外傷がない。殴られたやつで脳に血が溜まってんじゃないとは言われてますけれども、本当に死んでるのかってちゃんと確認できてないよね。触ってみて冷たくなってるだけであって、本当に、なんか脈がないとかって言ってたけど、本当にそうなのかっていうのはちょっと怪しいよね。外傷がないんだから。敏夫の言うこととも一致するんですよ、そう考えると。全員死んでるから、あいつにやられたがおかしいんだけれども、ただ、唯一、もし三木本が生きていたら、死んでなかったら、って考えたら、すべて辻褄が合う。ですよね。そう、ここの犯人が、みんな死んでるのになんで犯人が一人いるんだってなってたけどさ、三木本だけが生きてたと考えたら、もう辻褄が合うわけですよね、この辺ね。そう、ベッドに寝てるから、ここもさ、停電してたじゃん。停電して暗くなってる時にヨッシーが OL3 人組の部屋に呼びに行って、いいですか、何かあったらすぐに叫んで呼ぶんですよ、助けようとかって言ってる時にキャーって、マリの悲鳴が聞こえて、マリーって言ったら、そこでね、犯人に殺されてたと。で、ヨッシーも犯人に殺されてたと。で、それができるのっていうのは、ベッドで寝てる三木本ただ一人なわけですよね。というわけで、もう三木本が犯人だということで、ここで三木本入れてみましょう。終わり、三木本。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。あなたが犯人だったんですね。三木本さんはしばらく自分のことを言われているのだとは思わなかったようだった。僕のことを言っているのか？冗談はやめてくれ、バカバカしい。マリも口を挟む。そうよ、三木本さんのわけがないでしょ。田中さんを殺す機会もなかったらし、おまけに頭まで怪我してるっていうのに。どんなひどい怪我かマリは見たかい？僕は見ていない。血が流れてるのを見ただけだ。小林さんも見た目はさほど重そうな傷じゃないと言ってたはずだ。じゃあ仮病？怪我したふりをしてたっていうの？いや、もちろん何かで傷はつけただろうさ。自分で殴るかどうかして。そうだ、それが一番納得のいく考えだった。死体をバラバラにしたりするほどの手間をかける犯人だ。自分が疑われるかもしれない状況で中途半端に殴るような真似をするとは思えない。
だから敏夫さんや小林さんは怪しいだけに逆に犯人らしくないのだ。三木本さんは半ば諦めた様子で笑った。信じてくれないならそれはいいさ。でも田中とかいう人は僕にはどう頑張ったって殺せないよ。僕はここに着いてからずっとこの談話室にいたんだ。荷物を置きに行ったのを除けばね。一体いつ人を殺してその死体をバラバラにするようなそんな時間があったというんだ。みんな息を潜めて僕の答えを待ち受けている。もし僕の考えが見当外れだったら、そう思うと言葉を発するのが少しためらわれた。僕は重くなりがちな口を開いた。そうですね。あなたには田中さんを殺せなかった。2階へ上がった一瞬を利用して殺すことはくらいはできたかもしれないが、死体をバラバラにすることはできなかったはずです。ほら見ろ。三木本さんが勝ち誇ったように言うのを僕は遮った。待ってください。でも時間がなかったのは他の人も一緒です。それはさっき確認した通りです。敏夫さん以外は。あのガラスが割れた音がした時、いなかったのは敏夫さんだけでしたから。じゃあ彼が犯人なんだろ。なんだと。三木本さんの言葉に敏夫さんは怒りをあらわにして近寄った。まあまあ、僕は慌てて敏夫さんをなだめた。ですから、とりあえずあのガラスの件は事件とは関係ないものとして考えてみます。事件とは関係ないわけないだろう。あの時に犯人は逃げたんだ。決まってるじゃないか。三木本さんが何をバカなことを言ってるんだという調子で手を振る。最初はみんなそう思いました。みどりさんが殺されるまではね。僕は続けた。もし犯人がどこかから舞い戻ってきたのだとしたら痕跡が残ったはずです。さっきもう一度田中さんの部屋に行ったら雪が数センチ積もるほどでしたし、あの部屋から出てくると廊下には点々と濡れた跡がついていました。ついてしまいました。そんな跡をどこかで見た人がいますか？僕は見回したが誰も答えなかった。つまりこの吹雪の間中、誰かが玄関以外の場所から入ってきたとは考えられないんです。田中さんを殺したのもみどりさんを殺したのもこの中にいる誰かに違いないんです。それがどうして僕だということになるんだい？三木本さんは当然の質問をした。僕はその質問は無視し小林さんに話しかけた。小林さん、死体を見つけた時まるで人形みたいだと思いませんでしたか？ああ、そんな風に見えたな。でもあれは確かに人間だったよ。小林さんは強調する。そうですね、僕もそう思います。でも人形みたいに見えたのは血があまり流れていなかったからだとは思いませんか？そして死体には血の気がなくてもう半ば凍りかけてるみたいだった。そりゃ窓が割れてて雪が吹き込んでたから。しかし確かに血はそんなに見た覚えがないな。どういうことだ？僕は最初バスルームかどこかで死体を切断した後、あそこに放り出して行ったのだと思いました。でもバスルームは血液どころか水滴もなかった。犯人はバスルームで切断したんじゃないんです。なんやって？ほんならどこでやったっちゅうんや。加山さんがすっとんきょうな声を上げた。分かったわ。マリが声を上げた。外で殺したのね。外で殺して切断した後、窓の外から放り込んだのよ。僕は一瞬その可能性を考えたが、すぐに首を振っていった。いや、割れたガラスはほとんど中には落ちてなかったからそれはないだろう。バスルームでもなけりゃ外でもない。一体どこだって言うんだい？敏夫さんがイライラしたように言う。僕は三木本さんの目を見つめた。かすかに動揺しているように見えたので意を強くした。バスルームでも部屋の中でも外でもありません。つまり誰も田中さんを殺していないし、バラバラにもできなかったということなんです。しばらく沈黙が続いた。やがて小林さんが笑い出した。なんだ、それじゃあ結局かまいたちみたいなものが彼を襲ったってことなのか？違います。そんなことじゃありません。僕が言っているのは田中という人は殺されもしなかったし、バラバラにもされなかったということです。そうですよね、田中さん。今度ははっきりとショックの表情が読み取れた。明らかに三木本さんは僕の言葉に動揺している。他の人たちも一様にショックを受けたようだった。何を言い出すかと思ったらバカバカしい。僕は三木本陽介だ。免許証だって持ってる。そのヒゲはつけヒゲでしょ。外れかかってますよ。三木本さんはハッとしたように手を顎に当ててすぐに手を引っ込めた。そしてにやりと笑う。こんな子供騙しの手に引っかかるとは思わなかったよ。僕もこんなにうまくいくとは思いませんでした。僕もにやりと笑ってみせた。彼が田中だと？どういう意味だ？じゃああそこの死体は一体誰なんだ？小林さんは混乱した様子で叫ぶ。誰かは知りませんが、田中さんでないことだけは確かです。あの死体は田中さん、つまりこの三木本さんが殺してバラバラにしたんです。あのバラバラ死体は服の上から切断されたのでしょう。
スーツの布地がついていましたが、それだけじゃなく、サングラスまで近くに落ちていました。切断するときにはいくらなんでも外れたでしょうから、わざと犯人が置いておいたとしか思えません。田中だと思わせるためにわざと置いたと？きっとそうでしょう。僕たちの誰も田中さんの素顔を知らなかった。スーツとサングラスがなければ、もっと早くこの可能性を考えたことと思います。でも、殺された人は一体どこから入ってきたの？いつ殺されたの？誰も侵入しなかったってさっき言ったばかりじゃない。マリが重要な点をついた。そう、誰も玄関以外からは入れなかったと言いました。もちろん被害者も玄関から入ってきたんです。田中さんのスキーバッグの中に入って。そうです。バッグが空だったのは盗まれたからじゃなかった。そこに入っていたのはもうすでにバラバラにされたあの死体だったんです。そもそも死体をバラバラにするのは運びやすくするためだったんですよ。僕は謎解きをしてみせながらその恐ろしい光景を想像して身震いした。田中さんは夕食後、自分の部屋に戻ると、あの死体を窓際に置いてある仕掛けをした後、窓から外へ飛び降りました。そして離れたところに隠しておいた車に乗って少し走り、駅にいると偽ってどっかの公衆電話から電話をかけたんです。全員が三木本さんを見た。もう誰も僕の言葉を疑ってはいない。仕掛けって？マリが尋ねる。窓ガラスが自動的に割れるような仕掛けだよ。自動的に割れるような？そんなことができるの？できると思う。正確にどうやったかはわからないけど、こういうことだったんじゃないかな。僕はさっきひらめいた考えをゆっくり説明し始めた。犯人は外開きの窓の外側から出るとしよう。そしてもう片側は風で煽られても動かない程度に固定しておく。そこに1メートルか2メートルくらいのロープを、何これ？キャッシュ買って、取ってに軽く引っ掛ける。これ読み方わからんのこれ。引っ掛ける。そしてそのロープの反対側には何か平べったい板のようなもの。バッグの底板のようなものをつないでおくんだ。窓と板をロープでつなぐわけ？それをどうするの？外へ飛び降りる前に、その板は屋根に積もった雪の中に突っ込んでおくのさ。そうすれば、ある程度時間が経った段階では雪は滑り落ち、一緒に板も落ちる。窓は勢いよく引っ張られ、外側に叩きつけられ、ガシャンというわけだ。板とロープは窓から外れて雪の下に埋もれてしまう。その時間を田中さんはつまり三木本さんは12時頃と予測してたんじゃないかな。だからあんな脅迫状を作ってかなこちゃんたちの部屋に入れておいた。でもアリバイを作るのにはなんとか間に合ったので何も問題はなかったんだ。疑われたふりをしてみせたのはどうしてなの？それはあまりあの窓の下のあたりを調べてほしくなかったから仕方なくあんなことを思いついたんじゃないかな。その上、ガラスが割れた時唯一アリバイのなかった敏夫さんにさらに疑いを向けさせることもできた。小林さんが油断のなさそうな目で三木本さんを見つめながら言った。彼のやり口はよく分かった。しかし、なぜそんな込み入った真似をしなきゃならないんだ。一体どうして死体をここに持ってこなきゃならないんだ。どうしてうちで？よそでやってほしかったという口ぶりだ。さあ、それは本人の口から聞かないと分からないでしょうね。僕は三木本さんを見た。ソファーに座っていた人たちは皆恐ろしそうに立ち上がり、彼から離れた。三木本さんはふっと照れたように笑って、もじゃもじゃのひげを勢いよくむしり取った。ひげがなくなると山男風の印象は跡形もなく消え去り、冷徹そうな瞳だけが目立った。ああ、かゆい。ノリが良くないのかな。早く撮りたいと思ってたんだよ。顔洗ってきてもいいかな。間にいた僕が止める暇もなく、敏夫さんが三木本さんに飛びかかっていた。てめえが殺したのか？本当にてめえがやってるか？答えろ！敏夫さんは座ったままの三木本さんにのしかかり、ぐいぐいと喉を締め始めた。止めるべきかどうか迷ったその一瞬後、事態は逆転していた。いつの間にか敏夫さんが後ろ手にソファーに組み敷かれていたのだ。うわっ！痛みのせいか敏夫さんがうめき声を上げる。お前たちも動くんじゃない！彼の腕が折れても知らないよ。誰も動けなかった。小林さんがあえぐように言った。本当に君は？三木本さんは敏夫さんを抑え込んだままうなずいてみせる。ああ、そうだ。最初は田中一郎と名乗ってチェックインした。当然偽名だ。宿帳のサインはあいつの筆跡を真似て書いてあるから、あいつが自分でチェックインしたことを警察が疑うことはないはずだったんだ。畜生、離せ！敏夫さんが叫んで暴れる。三木本さんはひょいっとひねるようにして敏夫さんを僕の方へ押し合った。
敏夫さんは勢い余って僕の上に倒れ込む。マリが手を貸して助け起こすと、敏夫さんは燃えるような瞳で三木本さんを見返した。緑って子は恋人だったのか？彼女を殺す羽目になったのは残念だった。本当だよ。今まで何人か殺したけど、全部そうするしかなかった時だけだった。淡々と話す彼の言葉に僕は旋律を覚えた。この人はいわばプロだ。プロの犯罪者なのだ。僕の思いを裏付けるように、三木本さんはどこからかオートマチックの拳銃を取り出して構えていた。どうして緑さんを殺したんですか？言いながら僕は口の中が干上がるのを感じていた。お前と同じ結論に達したのさ。推理というよりは女の勘だったんじゃないかと思うがね。死体のある部屋を調べると言ってるのを聞いたんで、一人になるのを待って様子を見に行こうとしたら、廊下で出くわしたんだ。はっきり言われたよ。あなたが田中さんでしょって。あれこれ考えてる時間はなかった。一瞬だったから苦しむ暇もなかっただろう。勝手なこと言うんじゃねえよ！敏夫さんは言ったが、全く同じ思いだった。この男は人を殺すことを何とも思っていない。彼にとっては障害物を取り除く程度の意味しかないようだ。小林さんが懇願するように質問を繰り返す。なぜだ？なぜこんなことをしたんだ？どうしてここで？ここを選んだのはもちろん偶然だ。人里離れた宿で俺たち二人の顔を知ってる奴の来そうにないところならどこでもよかった。田中さん、いや、あの死体は一体誰なんです？どうして殺したんです？僕も質問を重ねた。三木本さんは全て答えるつもりのようだった。あいつは相棒だよ。と言っても一緒の仕事は今回が最初で最後になったかな。仕事？ああ、あの銀行強盗だよ。当てずっぽの推理も実は当たってたのさ。山を計画して段取りまで運んだのが俺。直接仕事をしたのがあの死んだ野郎、南とかいうケチな野郎さ。誰もが驚いた表情を浮かべていた。僕も同じだった。ふとした思いつきで言ったことが実は的を得ていたとは。お前さんがあんなことを言い出した時はどうなることかとヒヤヒヤもんだったけどな。俺と結ぶ線は何もないと自分に言い聞かせてたよ。なぜ殺したんです？初めから七三で分けるって約束だった。しかし額が思ったより大きかったもんで、あの野郎は欲を書いて半分よこせと言い出したんだ。どうもあまり信用できそうもないやつだったからな。この際片付けた方がいいと思ったわけだ。でも何もこんな手の込んだことをする必要はなかったでしょう。そうかもしれん。でもな、金は箱に入れて宅配便でこっちに送ってあるんだ。検問にあっても大丈夫なようにな。どっちみちここには来なきゃならなかった。金を宅配便で？僕は少し感心した。死体を完全に消すのは結構大変だ。しかも俺は警察から逃げてる途中で自由も利かない。だから下手に死体を隠すのはやめた方がいいと判断した。三木本さんは自慢げに話し続ける。奴は前科があるが俺にはない。身元が判明すれば仲間割れで殺されたんだと警察はすぐわかるだろう。窓から逃げた痕跡も残してある。山狩りはするだろうが、同じ宿に泊まってる奴を疑いはしないだろうし、アリバイだって完璧だ。絶対見破られないはずだった。さすがに自慢げなトーンは下がり、一瞬目を伏せた。でも緑さんに見破られ殺してしまった。あれが全てをぶち壊しにしたんだ。僕は告発するように言った。まあそういうわけだ。未だになんで彼女が不審に思ったのか理解できないんだがね。三木本さんはそう言って首を振る。おそらく緑さんは三木本さんが殴られたことに疑問を持ったのだろう。彼女は僕と違い、敏夫さんや小林さんとは親しい仲だった。だから彼らが三木本さんを殴ったりするはずがないと信じていたのだろう。かといって犯人がうろついているとも思えない。とすると殴られたというのは三木本さん本人による狂言だったということになってくる。ではなぜそんなことをするのか。そんな風に彼女は推理を積み重ねていったに違いない。そう、自らの死を招くまで。信じてくれないかもしれないが、片木の人間を殺したのはこれが初めてだ。悪いことをしたと思ってるよ。どうやら本当にそう思っているようだ。じゃあ僕たちをこれからどうするつもりなんです？僕は思い切って恐れていた質問をしてみた。安心しろ。大量殺人は好みじゃない。別の方法を考えるさ。別の方法？どんな方法です？何？別に特別な方法じゃない。金が届くまで待って逃げるだけのことだ。もちろん君たちはお互いに体をロープで縛り合ってもらう。そうしないと安心して眠れないからね。明日の朝になってもこの雪じゃ届かないかもしれませんよ。僕がそう言うと、そのことは考えていなかったのだろう。態度に動揺が見えた。しかし、すぐに開き直ってこう言った。もし届かなかったら届くまで待つだけのことさ。あんたたちには申し訳ないがな。そしてみんなに向かって宣告するかのように声を張り上げた。さあ、告白タイムは終わりだ。ご主人、ロープがあるだろう。洗濯ロープでも何でもいい。
持ってきてくれないか。自分で持ってくるんなら、小林さんは吐き捨てるように言う。二度は言わせるな。怪我をするぞ。拳銃を軽く動かして示す。撃ちたきゃ撃て。小林さんは青ざめながらも壁にもたれたまま腕組みをする。困った態度だな。三木本さんはそう言って銃口を横に動かし、小林さんの奥さんの方へ向けた。おい、何をする。俺はあんたが怪我をすると言った覚えはないぜ。ゲス野郎。敏夫さんがつぶやいたが誰にも聞こえなかったようだった。分かった、分かったからその銃を下ろしてくれ。取ってくるよ。小林さんは慌てて立ち上がった。よし、いいか。他の連中もよく聞いとけ。誰か一人でも反抗するようなことがあったら、それは全員の責任だ。見せしめに誰を殺すかは俺が決める。殺されたくなかったら、周りの奴が妙なことを考えないようによく見張っとくんだな。三木本さん、いや、犯罪者に3をつけるのはいい加減やめよう。三木本はその温厚な仮面を完全に脱ぎ捨てた。今や追い詰められた凶悪な犯罪者そのものだ。それは僕たちを恐怖で支配するための新たな演技にしか過ぎないのかもしれない。そしてもしかすると本人が言う通り大量殺人まで犯す気はないのかもしれない。しかしそう思いはしても試してみる勇気はなかった。僕が何かをしたせいで誰か他の人間が殺されるかもしれない。そしてそれはマリかもしれないのだ。そう思うと体は金縛りにあったように動かなくなってしまう。洗濯ロープを何本か手にして小林さんがよろめきながら2階から降りてきた。これでいいんだろう。足りないな。まあいい。まず男から縛れ。後ろ手にロープの端だけ使って1本で2人絞るんだ。結び目は後で調べるぞ。緩かったらまずお前の女房の足を打つ。小林さんは従順にまず敏夫さんと僕の腕を後ろ手に縛る。ロープが食い込んでうめき声を上げるほどきつく縛られた。小林さんの顔を見ると歯を食いしばって目に涙を溜めていた。すまない。その必要もないのに小林さんは息を漏らすようにして謝った。次に加山さんと春子さん、そして京子さんとかなこちゃん、あきちゃんと恵子ちゃんを縛る。ロープはあと1本。残っているのは小林さん自身とマリだけだ。ちょうどいい。まずその端で彼女を縛れ。いや待て。お前があいつを縛れ。三木本はマリに命令した。最後に残るのは女の方がいいと判断したのだろう。マリは青ざめた顔でギュッと唇を噛む。おい、早くしろ。三木本が拳銃を向けてせかす。マリは仕方なく立ち上がり、小林さんの方へ近づいた。小林さんは諦めきった様子で持っている最後のロープをマリに差し出した。おい、なんとかしなきゃ。敏夫さんが僕の耳元で囁いた。なんとかって？このままじゃ全員殺されちまうよ。でも殺す気はないって。バカ野郎、そんなの信用できるかよ。これだけはっきり顔見てる俺たちをそのままにしとくと思うか？言われてみればその通りだ。初めから殺すつもりだとしてもそんなことを先に言うバカはいない。どうせ殺されるのならとみんな死に物狂いの抵抗をするからだ。それを封じるために嘘をついたのだ。どうしよう。全員が身動き取れなくなってからではもう遅い。しかし、もし本当に抵抗さえしなければ殺すつもりはないのだとしたら、下手に抵抗すれば状況を悪化させるだけだ。敏夫さんが苛立った口調で言った。おい、俺のズボンのポケットに果物ナイフが入ってる。それを抜いて縄を切れ。敏夫さんは半ばやけになっていてとても冷静とは思えない。こんな人の言うことを聞いていていいのだろうか。マリが小林さんの手を縛るのに手間取っている。決断は今しかない。僕は素早く手で敏夫さんのズボンを探った。三木本は今、マリの動きしか目に入っていない。バカ、違う、そこじゃない。左のポケットだ。硬いものに指が触れた。それだ。僕はそっと指でつまむとゆっくり引き出した。ナイフがポトリとソファーの上に落ちる。折りたたみ式だった。俺がやる。敏夫さんが言って拾い上げる。後ろ手のまま器用にナイフを開く。そしてそれを僕の腕の結び目に突き立ててノコギリのように動かし始めた。マリが小林さんの腕を縛り終えた。ちょっとどいてろ。三木本がマリに命令し結び目を調べている。ロープはまだ切れない。こんな緩くちゃダメだ。もっと離れてろ。三木本は拳銃を振ってマリに指図する。マリがフロントのところまで離れると、三木本は小林さんの腕をよりきつく縛り上げ始めた。拳銃は腰のベルトに挟んでいる。ロープが切れた。これくらいしておかないとな。三木本が満足げな口調で言う。くそ、敏夫さんのロープを切ってる時間があるだろうか。そう思った次の瞬間、いつの間にか拾い上げたストックをマリが三木本の背後でゆっくりと振り上げた。なんてことをするんだ。僕は危うく声を上げそうになった。切れたロープを腕から振り落とすのももどかしく、僕は三木本めがけてタックルした。
僕が飛びかかるのと三木本がベルトの拳銃を素早く抜くのはほとんど同時だった。僕たちにとって幸いだったのは、マリと僕のどちらを狙えばいいものか、彼が一瞬迷いを見せたことだった。マリを無視し、銃口を僕に向けた時には、もう僕の体が三木本にぶち当たっていた。僕たちは勢いよく床の上に転がった。彼の手から飛んだ拳銃がマリの足元へ鈍い音を立てて落ちる。マリちゃん、それを拾うんだ！小林さんの叫び声を聞きながら、僕と三木本は互いに上下になりながら床を転がった。上になった僕は彼の喉を両手で掴み、思いっきり体重を乗せて締め付ける。しかし縛られていたせいか手がしびれて力が入れない。次の瞬間、体が浮き上がるほどの勢いで急所を蹴り上げられた。うめき声を上げ、股間を押さえて転がった。苦しくて立ち上がれない。一瞬にして全身に油汗が吹き出す。畜生、ダメだった。さあ、それを渡すんだ。三木本の声が聞こえる。僕が視線を上げた。マリが拳銃を両手で構え、三木本に向けている。動かないで！動いたら撃つわよ！勇ましい言葉とは裏腹に声は震えている。おまけに腕も震えていて狙いが定まっていない。やめとけ。その可愛い足を撃ち抜くのがオチだぜ。誰も殺したりしないから返すんだ。三木本は自信たっぷりにマリに近づいた。マリが拳銃を突き出して目をつぶる。目をつぶるんじゃないマリ！言いながら僕は目を閉じていた。次の瞬間、耳をつんづく轟音が鳴り響いた。そして静寂。目を開くと何もかもが消えているのではないかと思うほどの静寂。恐る恐る僕は目を開けた。目を閉じる前とさほど変わらない光景がそこにあった。違っているのはマリが尻餅をついていることと、三木本が首をかしげたみたいにしていること。そしてその三木本の後ろには敏夫さんが立っていた。不思議なことに敏夫さんの手は縛られたままにもかかわらず、体の前にあり、モップの柄を握りしめている。やがてゆっくりと三木本は崩れ落ちるように膝をつき、前のめりに倒れた。マリが、撃ち殺したのか？嘘、当たったの？撃った本人が驚いている。マリちゃんの弾はあそこだよ。手を縛られたままの敏夫さんが天井を見上げた。じゃあ、この人は？敏夫さんはにやりと笑ってモップの柄を持ち上げる。こいつでガツンと、ね。敏夫さん、その手、どうしたんですか？ロープは切れているわけでもなく、依然としてきつく縛られたままのように見える。これが、体の柔らかいのが自慢でね。そう言って縛られた両手の間に足を入れると、手は後ろへ回った。僕にはとてもあんな真似はできそうもない。よし、大丈夫？マリが拳銃をその場に取り落とし、僕の方へ駆け寄ってくる。聞かれた途端、痛みが戻ってきた。あんまり大丈夫じゃない。怪我したの？どこ？怪我っていうか、なんていうか、そこでようやく僕が押さえている場所に気がついたようだった。やだ！マリは慌てて向こうを向いてしまう。やがて心配そうに振り向き尋ねた。そんなに痛いの？うん。女に生まれてくればよかったと思うくらい痛い。普段でも言えない軽口がなぜか自然に出てきた。絶対痛いわ。絶対痛い。もう思いっきり蹴り上げられてるからね、急所ね。やばいな。敏夫さんがあのナイフで小林さんのロープを切った。さて、こいつをどうしようか。小林さんは手首をさすりながら気絶しているらしい三木本に近づく。殺してやりたいけど、とりあえず縛っておきますか。敏夫さんは意外と冷静だ。三木本は不死身の殺人鬼ジェイソンのように起き上がってくることもなく、ぐるぐる巻きに縛り上げられた。マリが全員の戒めをほどく。これでみどりさんさえ無事だったなら、恐ろしくはあっても後になれば楽しい思い出、恐ろしくはあっても後になれば楽しい思い出として語れる日も来たかもしれないのだが、敏夫さんはマリが落とした拳銃を拾い上げ、縛られた三木本を複雑な表情を浮かべて見下ろしていた。殺してしまおうか、そんなことを考えているのだろうか。その時、僕は唐突に重要なことを思い出した。吹雪が止めばここに2億の宅配便が届くのだ。2億円。その金のために2人の人間を死に至らしめた。ある種の人々にとっては何人もの人の命を奪ってでも欲しい大金。敏夫さんがふと僕の視線に気がついたかのように振り向く。僕たちはじっと見つめ合った。一瞬僕たちの間に静電気のようなものが走った気がした。やがて敏夫さんはふっと悲しげな笑みを浮かべると拳銃を持ち上げた。右手の指で何かを操作する。カチャリという音とともに弾倉が外れ左手の中に落ちる。彼はそれを僕の方へ放り投げた。おっかなびっくり受け取るとずっしりと重く取り落としそうになる。物騒だからそいつは預かっといてくれ。
ええ、いいですけど、俺はちょっと彼女のところへ行ってくる。敏夫さんはそう言い置いて、重い足取りで談話室を出て行った。彼女、みどりさんのことだろう。死体は多分彼女の部屋にあるのだ。その時僕はオートマチック拳銃についてのおぼろげな知識を思い出した。さっきマリは天井へ向けて一発撃った。つまり弾倉からはまた新たな弾が本体の中へ送り込まれているはずなのだ。その弾丸は撃つか遊艇と呼ばれる部分をスライドさせない限り本体の中に残ったままだ。弾倉を片手でいとも簡単に外してみせた敏夫さんがそんなことも知らなかったのだろうか。敏夫さんの言葉を思い出して僕は胸騒ぎを覚えた。彼女のところへ行ってくる。彼はそう言ったのだ。その時、こもってはいるが、はっきりと銃声とわかる破裂音が建物のどこかで響いた。なぜなんです、敏夫さん。僕は心の中でそう叫びながら、がっくりと床に手をついた。殺人犯が生きているのに、どうしてあなたが死ななければならないんです。誰も何が起きたのか理解していない様子で天井を見上げたりしている。今の、銃声じゃないの？マリの質問に僕はただうなだれていた。でも、弾はそこにあるんでしょ？じゃあ一体。僕にはもう説明する気力もなかった。ただ一刻も早くこの悪い夢から覚めてほしいと願うだけだった。はい、スタッフロール流れました。というわけでエンディングですね。はい、脚本阿ビ子竹丸。はい、というわけでスタッフロールが流れたってことはこれはもうグッドエンディングですね。はい、初めてスタッフロールが流れるエンディングにたどり着けました。敏夫さんが自殺するというエンディングですね。三木本の拳銃を奪って拾い上げてね、ちょっと物騒だから受け取ってくれっつって弾倉をさ外してヨッシーに渡してさ、でそれで自分でもう弾が入ってないかと思いきや実は弾が一発の入ってんだよと、残ってんだよと、オートマチック拳銃だからっつって、でそれで緑のところに行ってくると言って拳銃で自分の頭を撃ったんかな。頭を撃って緑のところに行ったというエンディングですね。まあ結局その被害者は出してしまいました。緑さんと敏夫さんが死んだのかな。あとはまあ被害者はその2人ですね、死んでしまいましたけれども、はい、犯人の三木本ですね。三木本の犯行の理由とか、犯人が三木本だとかで、なぜこんな殺人っていうか、なぜここバラバラ死体をねここのペンションに持ってきたんだとかっていう、そういうなんか犯人の、理由か犯行理由とかが判明したというルートですね。はい、エンディング、いや迎えることができました。いやーこれでグッドエンディング迎えたので、まあスタッフロールも流れたんでね、はい、これでかまいたちの夜は終わりかなと思いきや、待ってちょっとね、撮影協力ペンションクヌルプ長野県白馬村ってね書いてますね。はい、これはねペンションシュプール、ペンションクヌルプって書いてますけど、ペンションシュプール、作中のペンションシュプールは実際にある場所なんですね。これね長野県に実在するペンションだよと、実際のペンションはクヌルプっていう名前なんですけれども、はい、実写のねこれ背景がさ実写取り込み映像やったじゃん、取り込み映像だから、実際のね現実のペンションを使って撮影してるわけですよ。なので聖地巡礼でねこの長野県の白馬村にスキーしに行ってこのペンションに泊まるとかっていうことが実際にできるわけですね。いやこれがもうゲームとねリアルをねこうリンクしてるっていうのがすごいいいことですよね。1994年のこの当時ってそういう聖地巡礼とかさ、そういうのって結構あったんかな。今でこそ結構ね聖地巡礼っつってアニメの作品のね舞台になったところに行くとか実際に行くとかそういうの流行ってますけれども、はい、どうなんだろうねこの当時って。あんまりその聖地巡礼ブームがあったかっていうのはあんまり感覚的にないと思うんだけれども、そういうのが流行ったっていうね感覚はないけれども、はい、で制作著作株式会社純ソフトと、はい、というわけでスタッフロールをね迎えましてね、はい、でさっき言いかけたけれども、はい、でスタッフロールが流れたんで、これでかまいたちの夜は、エンディング迎えたので終了ですってねやるかと思いきや、そんなことないわけですよ。これはね数あるバッドエンド、このスタッフロールが流れるのもこのエンディング一つじゃなくてねないわけですよね。なのでその数あるいろんな複数あるエンディングのうちのまず一部をね迎えたという感じなので、はい、まだねこのゲームのポテンシャルはまだ全然残ってるわけですよ。まだまだ全体のどうだろう、全体のまだ100% も
やってないんじゃないか。全体のね、ゲーム全体の進捗で言ったら、どれぐらいなんだろうね。20% とか、30% とかぐらいじゃない？まあ、全然多分半分もいってないと思うんだよ。ボリュームがね、でかいんでね、このゲームはね。はい。なので、まあ、フローチャートの方もね、まだいろいろ埋めてない箇所、選択肢とかもあったと思うんで、このミステリー編でね、あったと思うので、その辺もね、まあ、引き続き、次回のね、シャープ9からもまた引き続き、ちょっと他のエンディングもね、見ていくのもやりつつ、まあ、バッドエンドもやりつつ、つってね、いろいろやっていきたいと思ってます。はい。というわけで、まだちょっとかまいたちのようにはね、まだもうちょっと続きますよ。はい。というわけで、まあ、続けていきましょう。はい。というわけで、今回は、一つのね、エンディング、これで犯人が分かったという感じなんで、ここで一旦区切りとして、シャープ8はこれで以上で終了です。はい。では、この辺で終わりましょうかね。はい。では、ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは今後もいろいろなレトロゲームの魅力を皆様にお届けしていきますので、更新を見逃さないようチャンネル登録お願いします。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。